今回は井上川崎のダブルセンター、ほぼ確定ソースは紅白リハに対するオタたちの反応をまとめてみました。それでは、どうぞ。小川が15歳のため、紅白出演できず5期生は10人。他のメンバーは等間隔で間を空けているのに井上川崎だけ肩がくっつく距離でセンター斉藤飛鳥の後ろに配置。はい、投げ札中死亡、エマ訪問は別の企画、山尾久保センター説消滅。何度見ても意味がわからん。川崎隠れてるし。あそこまでくっつけたら川崎は身長が低いから埋もれるなのにくっつけて配置してるってことは無理やりにでも2人移してダブルセンターを匂わせてるってこと。等間隔なら映らんのか？無理やりくっつけないと2人一緒に映らんってテレビ5インチなのか？卒業する斉藤飛鳥をアップメインで抜くカメラ割りが多い。そこに映り込むようにくっつけてんだよ。お前川崎を裏切った与田を許すなみたいなくだらないスレ立ててたやつやん。いい加減にしろよ。尊すぎる。これサンプレの目力行くと梅の裏がなぎで飛鳥の裏は川崎なんだな。画像を見ても良きでかいなっていう感想しかない。妄想もここまで来るとすごいな。5期オタは何度ぬか喜びを繰り返すのか。確定してから騒げ。来年の紅白は5期生がセンターかもしんないから焦るな。右端近くであるの熱唱してない？ 2 枚目真夏さんの後ろの子が誰だかわからない。このデカさ起きやないか？そっちじゃなくて目つぶしって右腕上げてる子。どの子かよくわからん。とりあえず右手にいるのは筒井で左手にいるのは早川。じゃあ早川だ。菅原隣にいる。井上挟んで川崎の逆にいるのは菅原か。また川崎スレかよ。押されはいいよな。ほぼ確定。1枚目だと菅原と井上がよく見えて投げ札中が興奮してたんだが2枚目でよく見ると井上川崎が斉藤飛鳥の後ろに無理やり入るようにべったりくっついてる。立ち位置はともかくべったりくっついてるは関係ないだろ。映り方もだし、単にポジション取り悪いだけじゃね？関係あるだろ。他のメンバーはちゃんと等間隔で距離保ってる。無理やり川崎と井上を斉藤飛鳥の後ろに移るようにべったりくっつけてることに意味がある。菅原と井上がちゃんと距離空いてるように。ほぼ確定。川崎菅原太さんは自分の推しに単独センターやってほしいとは思わんの？なぎのおこぼれダブ戦がいいのか？俺はなぎの単独センターが見たいわ。池田と美里菅原井上川崎伊沖一ノ瀬岡本の並びだね。あるのいろはは画像からは確認できず。ほぼ確定イコール妄想。井上川崎のダブルセンターじゃなくて残念だったな。川崎スレは文字化けするから立てるなよ。運営はさっちゃんとらーちゃん、どっちをなぎちゃんとセットにしようか迷ってる感じなんだろうか？序列はサクタン、仕事はさつきちゃんなんじゃないのかな。いいよなセンターってスレタイつけりゃ子供が群がってくるから。サクタンは初期の頃のオタクへの媚び感と私みたいなところが最近落ち着いてきたからそこまで拒絶反応でなくなってきた。筒井は1枚目でポニテ振り回して今年一番の笑顔見せてる。井上川崎菅原伊沖と美里一ノ瀬池田岡本が最新序列ですか？飛鳥に加えておそらく与田がフロントから下げられて開くから、5人編成でも、井上川崎がフロントに来るかと。山下、柿、遠藤、井上、川崎が定番になると思う。おそらく人気は、井上川崎一ノ瀬池田伊沖菅原富里中西小川岡本奥田。こんな感じ。井上川崎がかなりズバ抜けてる。対して運営序列は菅原がもうちょっと上で、井上川崎一ノ瀬菅原池田伊沖富里中西小川岡本奥田になってるかと。運営の奥田の扱いはひどい。おそらくだけど人気も序列も大いに見当違いかと。なぎさくかいなぎさつかいどっちなんだい？選ばれたのはなぎさくでした。ミーグリ基準じゃないのに川崎押す理由がわからん。なぎさつはショールームで確定してんだけど、公式がハッシュタグなぎさつまでつけてんすけど。昨日のショールームでなぎさつポーズとかやってたけどな。なぎさくはバランスがね。
渚区って言ってんの川崎オタだけだよな。川崎が選ばれたとしても渚区は変わらんし二人のあだ名ってそういうもんだろ。柿作とか、柿ゆながあるだろ。それと一緒、凪がメインで右の名前は変動する。失礼。川崎オタさんですか？柿作、柿ゆなみたいに仲良しの関係性があれば複数もあり得る。川崎オタって関係性じゃなくて人気でペアのあだ名決めるもんとか思ってない？与田桃と頭西とか関係性ないダブルセンターだから呼ばれてるコンビ名あるやん。むしろなんで渚区にだけ拒絶反応を示してるんですか？川崎は与田を尊敬してさらに世話になってるとか言ってたのに与田失脚したら手のひら返しで川崎オタがウキウキしてるのがなんか腹立つな。ゴキ加入後祝儀センターってもう終わった話ではない？不発に終わったから大本命が待ってる。やっぱゴキ身長低めだから後列とか埋もれがちだよな。伊予木の隣の一ノ瀬が与田並みにチビに見えるな。与田桃が言った今ダブルセンターは不吉だわ。菅原さつきは細すぎて不気味だからパーソナルジムに通って筋肉をつけてほしい。ショールーム見た感じだと凪とさつきは高レベルで安定してるよな。思ってた以上に顔面強えなと思った反面、足し算になっても掛け算には今のところ慣れてないなと思った。マイアンとナナミンってより、マイアンとナーちゃんって印象。井上と川崎だと食い合わせが悪そう。ゴキは完全に井上川崎のツートップ体制になったな。川崎オタの印象操作ずっとひどいな。今こそあるのと菅原に改めてチャンスを与える場面じゃないか？井上や川崎やみたいな無難な真面目キャラなんていつでもできる。センターはぶっ飛んだやつがちょうどいい。菅原もどちらか言うと無難な真面目キャラ路線やろ。中西は飛び道具系だけど人気と顔面が追いつかないよ。よし、テレパンで行こう。肌様のフォーメーションで何がわかんだよ。31st に選抜で入ってない動きは序列が優先されるに決まってるやん。これがしっかりと井上菅原、川崎伊沖のように間隔が空いていればまだ議論の余地があったけど他メンバーは間隔が空いているのに、井上川崎だけべったりなのは理由がダブルセンター以外ない。もしアスカの真後ろが次のセンターって言うならセンター確定なのは筒井だろ。筒井は4期の中で序列低いからない。そもそも3列目までは選抜だから関係ない。5期の井上川崎だけ特別扱いされてることに意味がある。来年は久々にダブルセンター体制あるかもな。で、フロントはこんな感じ。30セカンド、レコ大復帰プラス NHK 紅白アピール。遠藤井上久保センター山下センター菅原柿。33rd 全国ツアー向け夏曲。久保遠藤井上センター菅原センター柿山下みたいな感じ。与田は高確率でフロントから外される。ちなみに架け橋タイプの川崎は選抜に入れるかすら怪しい。架け橋タイプの川崎って言うけど似て非なるもんだろ。今のパワーどんだけ注入されてると思ってんだ。架け橋は2人目の4期局センター川崎は3人目の5期局センター。どっちも釣りしがちこいタイプ。オタ人気の反面、運営評価がそこまで高くないタイプ。本気で言ってんのか？ミーグリ出てないのにバンドエイドフロント、自作で鬼別センター。センターなった途端 TikTok で特別ムービー&個別ダンス、都合よく座長になれるタイミングでスタタンライブと鬼別バスラーリ。運営の寵愛最も受けてるだろ。川崎が運営評価高くないってのは動きを知らなすぎるだろ。バンドエイド、プロモーションほとんどなし、配信ライブもなし。17分間、プロモーション大量、配信ライブあり、TikTok 配信あり、川崎だけ特別衣装、スタタンライブで川崎座長。この感じだと与田は選抜には残りそうだよな。乃木坂出て何ができるでもないし、アンダーのパフォにはついていけないし。神奈川や弓木あたりよりは人気あるだろうし。久保ってフロントに立てるような人気ないだろ。どさくさに紛れて久保歌うざいよ。お前久保を必死に不人気扱いしてるけど、いつも2次フル完売で400部突破済みだから。4期だとそのクラスは柿遠藤だけ。5期は井上だけ。
渚区とかいうお互いに得をしないコンビ。やめてくれよ、普通に井上センターでいいわ。川崎はオタ含めて得しかないだろ。一番大切に育てないといけない井上が介護する負担増やすのマジで損しかないんだが。井上一強の状況で渚区ダブルセンターをしたら川崎アンチが増えるだけやぞ。ただでさえ嫌われてるのにこれ以上アンチ増えたらやばいよ。今簿記2番手の人気がある以上、多少ゴリ押ししたところで問題ない。やっぱただの川崎オタやんけ。川崎左、凪真ん中、菅原右でいいじゃん。念のための確認だけどアフィカスが川崎をネタにして必死にスレを伸ばしてるって認識で間違ってないよな。今週だけで3つか4つスレ立ててるけど俺のスレ一度もまとめに取り上げられたことないよ。ガチの川崎オタかよ。てか川崎は裏線の位置に持ってくれば丸く収まるのにな。本来お姫様タイプの井上がツートップコンビで川崎と組むと多少はサポート役もやるんだろうな。昨ターンはもちろんマイペース。日経エンタに乗った一ノ瀬も選抜入りだと思う。遠藤川崎井上菅原柿のフロントかと。朝ドラや大河女優を差し置いてこんなフロント組むわけないでしょ。紅白捨てたのかって話になる。運営は余裕見せたい時に山下とか久保とかのレベルのメンバーを下げる癖があるぞ。遠藤久保井上川崎山下柿だぞ。大河と朝ドラのフロント、柿作、5期ダブルセンター。本当に川崎を応援してるならアンチを増やすような行為は控えた方がいいんじゃないか？川崎を称えるにしてもコスレでやるとかさ。一ノ瀬ミーキュンはバランサー、バラエティとかの役割で必須だからな。川崎は一ノ瀬とペアが一番しっくりくるし運営もそういう売り方してたしオタも作ミクを望んでるもんだと思ってたわ。急に井上言い出したよな。最近多いな意味不明な妄想スレ。今回のセンターが誰かはわからない。しかし渚区が乃木坂の未来なのは間違いない。焦ることではない。実際に人気あるんだから押してもゴリ押しでなくない？遠作ちゃんなんてまさにそれ。菅原アンチの川崎埼玉市ね。お前みたいなのがいるから川崎オタクの品位が問われる。渚中志望とか言ってるやつの言葉とはにわかに信じがたいな。つかやっぱ川崎アンチだろ。渚中は死んでいいだろ。凪をさつきだけのもんだって主張し続けてるじゃん。菅原オタもニャンニャンにすがりついてないで菅原の応援に集中すればいいのにな。お前らは変なこと言わずに川崎のことをまっとうに応援してやれよ。お前らみたいなヤバいオタを抱えてる川崎がかわいそう。これ言っちゃいけないのかな。凪ちゃん単独センターですよ。凪の単独センターならわざわざ紅白で井上川崎くっつけて世間にアピールする必要ないんだよな。来年から5期生中心の乃木坂になっていくで。ほんとこれな。現実を受け入れられないババアオタは死んでほしい。4カスにとって脅威なのは久保なんだよな。4期と年齢変わらんのに外評価高くて実力に差がありすぎるから。久保様に天才言われてた弓木ってすごいんやな。乃木坂3期生が個別卒業しグループ卒業の準備に入ってるからね。全く人気のない3期連中は何の影響も及ぼさないので卒業まで握手会には参加してもらうけどね。対立煽りスレだったのかよ。おもんな。川崎批判しかしてねえてめえが言うなや。川崎オタ怖くて草。マジで凪札はなさそうだな。乃木札の昨日の公式切り抜き全部井上凪メインじゃん。何か俺とは違うアカウント見てるっぽい。ああ、ごめんね。サツキス投稿されたね。早計だったわ。分析した感じ出してるけど何言ってるかわからん。井上と川崎だけ特別扱いされてるってことだけ理解してくれればいいよ。スレ立ててる時点であれだがお前の着地点自分勝手すぎだろ。昨日のショールームは初5期生会議しては確かに神回すぎた。菅原は話が本当にうまい。昨日のショールームは神だったな。井上川崎じゃ成立しないが井上菅原ならあらゆる番組なコンビで出せるよ。話せるのも強いし菅原と一ノ瀬は相手を持ち上げて脇役に回ってもいいくらいの役回りができるからペア仕事は増えそう。
昨日本当に見直したわ菅原。乃木帯猫舌やり始めたら一気にオタ増えるんじゃない？同期から5期生一番のしっかり者評価なのも納得。スッキリとバゲットの時はなぎさつで安定してたな。菅原は MC も上手いし、なぎさつのショールームも進行菅原だったから運営評価は高いだろうな。なぎさくダブルセンターは覆りそうにないけど。この板の有名厄介川崎オタ勢揃いしてて草。なぎさくスレで菅原を持ち上げる奴が湧いてるの草。これが菅原オタの民度よ。俺が立てたスレでその行為俺もやってるけど、アンチしか能がないゴミは黙ってろよ春日しね。ごめんね。以上、井上川崎のダブルセンター、ほぼ確定ソースは紅白リハに対するオタたちの反応でした。今回のスレ主さんは良識ある人でよかった。他の作単オタにも突っ込んでるの好きだな。よければコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。